株式会社スマレジ2022年4月期第2四半期の決算説明会をご視聴いただき誠にありがとうございます。私、本日司会を務めます IR 担当の遠藤と申します。よろしくお願いします。それではスピーカーをご紹介します。代表の山本です。本日はどうぞよろしくお願いします。私と副社長の湊でお話を進めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。湊です。よろしくお願いいたします。はい、ではまず、私からライブ中のご質問方法についてご説明いたします。ご質問ですが、ウェビナー視聴画面の下にあります Q&A ボタンからこれ以降いつでもご入力いただけます。テキストは一旦運営側でのみ確認可能としておりますが、回答の際には順次画面にも表示してまいります。ぜひ多数のご質問をお待ちしております。なお、本日の様子は後日当社ウェブサイトでの公開を予定しておりますが、視聴者の皆様の情報は一切公開されませんのでご安心ください。それでは決算内容のご説明に移ります。次のスライドから早速山本さん確認お願いします。はい。まずたくさんお集まりくださいましてありがとうございます。いつも収録なんですけれども、ライブでやるのは初めてなので、若干進行について不手際があるところがあるかもしれませんけれども、優しく温かい目で見守っていただけるとありがたいなと思っております。じゃあ早速資料の説明の方に入っていきます。まず決算説明資料の3ページ、コロナの影響についてのスライドから説明していきます。左、いつも開示している資料にはなりますが、左側が、取引数ですね。お客様がどれだけ、営業活動をされているかっていう指針になります。第1回目の緊急事態宣言の時はすごく大きく落ち込んだんですけれども、2回目以降は徐々にその影響が薄くなってきているという感じで、コロナ前の状況に少しずつ戻ってきているような感じになります。で、右側が当社の商談数への影響になります。こちらもコロナ前というか2019年の12月頃がコロナ前のピークだったと思うんですけれども、そこを超えてくるぐらいの商談数に今回復してきておりますので、影響があるといえばありますし、でもスマレジのオーガニックな成長がそれを上回ってきて、今順調に商談数も今伸びてきているというような状況になります。で、商談はショールームで商談するんですけれども、ショールームにご来店いただくんじゃなくて、オンラインでのコンテンツというかね、商談のコンテンツもたくさん今用意してますんで、オンラインで商談するっていうのが一定数定着してきているように思います。じゃあ次のページお願いします。次が5ページ目になりまして、第2クォーターの業績ハイライトになります。売上高が19億2000万円。YOY で 29.9% に着地しております。営業利益が4億3000万と。で、営業利益率は少し鈍化しております。去年と比べて少し鈍化して 22.5% となっております。で、中期経営計画で掲げてます ARR ですが、23.1 億で今進捗しております。で、今半導体不足で自動釣り線機の供給に不安があるというのを通期決算の時にお話ししておりましたが、そちらは今だいぶ解消しておりますが、レシートプリンター等がその半導体不足で若干供給が厳しい状況にはなっております。今はですね、プリンターですね。そうですね、プリンターがエプソンさん、スターセムさんともに結構在庫不足ということで、その他のメーカーさんにも対応することで機械損失がないよう対策は行っております。はい、ありがとうございます。当社で一応在庫は確保しておりますので、そこまでマイナスのインパクトっていうのはないだろうというふうに踏んでます。はい、次に参ります。飛びまして8ページ、損益計算書になります。第2四半期での売上高が10億円を突破いたしました。営業利益がだいたい2億円ぐらいとなっております。
で、営業利益がだいぶ下がってきているというか、下がってると見るか、営業利益出過ぎてると見るかっていうちょっと見方はあると思うんですけれども、これは後半に説明していきたいと思います。続きまして次のスライド9ページになります。グラフでの進捗を示しております。今年度の単体での通期計画が約40億円になってまして、進捗率50% 割ってますけれども、計画通り進行しているというふうに見ております。はい。で次お願いします。11ページになります。このグラフで、売上高の内訳を2つに分けて、説明しておりますが、グラフの下の濃い青の塗りの部分が月額利用料等ということで、月額収益になります。上の薄い水色の部分が、初期費用みたいなもので、機器販売、プリンターとか、iPad の販売とか、もしくはセットアップとか導入した時のトレーニングっていうのをやってるんですけれども、そういったワンショットの売り上げになります。でもともと 50% ぐらいだったんですけれども、徐々にこのサブスクリプションのクラウドサービス月額利用料等というものの売り上げがずっとじわじわと積み重なってきて、今 57.2% まで上がってきておりますと。で粗利なんですけれども、この濃い青の月額利用料の方の粗利がだいたい 84% で、薄い水色の方の初期費用に該当する部分、機器販売の部分が粗利がだいたい 35.8% と、会社全体でいうと 60% から 65% ぐらいの粗利になっております。じゃあ次お願いします。冒頭でもお話しましたが、ARR ですね。資料12ページに参ります。ARR を中期経営計画の最重要指標にしておりまして、こちらを今年度27億円を目指して今進めております。2クォーター終了時点で ARR が 23.1 億となっております。で、あと、プラス、下期でですね、プラス 3.9 億を積み上げて27億を目指して活動しているということで、若干、出遅れてるんじゃないかという見方もあるとは思いますが、下期が繁忙期に当たりますので、下期、計画通り、いろんな施策を考えておりますが、計画通り進行すれば27億円達成できるものと見込んで今進めております。で、これは、後にお話出ますが、ロイヤルゲート社の連結を発表しておりますが、連結してっていうわけではなくて、もともとの単体で、スマレジ社単体での27億円達成を目指しております。じゃあ次のページお願いします。従業員の推移です。全部門で、積極的に採用を開始しております。去年はコロナの影響がどうなるか見えなかったので、採用活動を一旦止めておりましたが、今年度は積極的に全部署にわたって採用活動を進めております。で、特にやっぱりデザイナーとかエンジニア、なかなか採用難しいんですけれども、ここを強化していきたいというふうに考えております。で、もともとスマレジの開発のメンバーを募集しているだけだったんですけれども、今年度に入ってスマレジテックファームという若手のエンジニアの育成、発掘を目的とした事業もスタートしておりまして、そちらの採用も少しずつ増えてきております。じゃあ次のページお願いします。じゃあここから、KPI になりますので、皆さんの方からお願いいたします。はい。アクティブ店舗数の、アクティブ店舗率の推移です。現在のアクティブ率が 26.4% で、アクティブ店舗数が 27,289 店舗です。以前は登録店舗数を KPI としていたのですが、現在はアクティブ店舗数を KPI としております。カスタマーサクセスの施策などの効果もあり、順調にアクティブ率が伸びていっております。次のページお願いします。はい、続きまして、解約率の推移です。こちらの解約率は、月額費用ベースの MRR チャーンレートになります。
コロナの影響で一時的に上がったんですけども、現在は以前と同じ低い水準まで下がっております。次お願いします。はい、顧客単価です。有料契約1契約あたりの平均単価が17,680円。有料店舗1店舗あたりの単価が7,467円となっております。こちらも安定しておるんですけども、現在プランの価格アップなどは特に考えていないので、短期的にはこれが続くかなと思います。で、中長期的にはこれをどうにか上げていきたいなと考えております。はい、次のページお願いします。はい、では山本さん、はい、お願いします。はい。通期の業績計画です。昨日ロイヤルゲート社の獲得をしましたということで、まず今年度の着地がどういうふうになるのかっていう質問をたくさんいただいておりました。で、それに対しまして今年度の連結でのおおよその業績予想っていうのを開示いたしました。で、売上高が連結で41億3500万と、営業利益が5億2300万で、当期の純利益が4億5400万から5億6400万というレンジでの開示になりました。で、もともとの単体の業績予想は変更しておりません。そのままです。売上高40億100万円ですね。なります。で、この単体とこの連結との差分がおおよそのロイヤルゲート社の業績になろうかというふうに、思ってます。で、12月の22日に正式に、子会社化することになっておりますので、その後の、数ヶ月が、PL に反映されるというイメージです。で、第3クォーターから、連結になります。ですから次回の決算発表から連結になります。で、PL ですが1月から3月のロイヤルゲート社の業績を第4四半期に反映させるという予定になっておりますので、ここでの例えば売上高の差分でいうと1億3400万円がロイヤルゲート社の第4四半期の売上見込みになっています。で、もともと昨年度までの業績、ロイヤルゲート社の業績が開示しておりまして、もっと赤字になるんじゃないかっていうお話もいただいておりましたが、これまでの同社での開発の外注費用が結構かかっていたんですけれども、その開発がほぼ終わっているということで、開発の外注費用がどんどんこれから減っていくと。で、あと当社からその他経費を抑える施策をたくさん検討しまして、それを積み重ねることによって、赤字幅をかなり大幅に減らしていくことができるであろうということで、こういった利益計画になっております。で、赤字の分だけ当期利益も減るんですけれども、負ののれんが計上される見込みになっておりますと。で、取得金額に関しては大和ハウス工業さんとのお話で非開示になっておりますが、資産よりも割と低い価格で買収したということで、負ののれんが出ますということで、その分が計上されて結果的にプラスになるであろうということになっています。で、当期純利益がレンジ幅になっている部分っていうのは、今資産の見直し、つまり減損させたいんですけれども、その幅がまだ見えてないということでレンジでの開示となりました。で、次のスライドお願いします。で、ロイヤルゲート社がどういう会社なのかっていうところもあると思うんですけども、ちなみにこの資料がですね、決算説明資料ではなくて、同じく昨日開示しました事業計画及び成長可能性に関する資料から引用しております。そこの30ページになります。ロイヤルゲート社、決済をやっている会社です。クレジットカード決済です。で、それ以外にも、電子マネーであったりとか、QR 決済、そういったものを取り扱っているような、マルチペイメントって言われるような決済サービスを提供している会社になります。
で、スマレジ社はもうですね、もともとスマレジペイメントっていう決済サービスを提供していたんですけれども、これは自前で決済センターを持っているわけではなくて、今までゼウスさんっていう決済代行会社さんの仕組みをお借りしてというか、代理店として販売代理店という立ち位置で今までスマレジペイメントを展開してきました。で、今回そのロイヤルゲート社を取得することによりまして、クレジットカード決済の省流がサプライチェーンが一つ短縮できるということで、当社が決済代行会社になるということで、一社省流が減ることで、利益率を上げていこうとやったりとか、もしくは柔軟な決済サービスを提供していくことができるんじゃないかということで、決済周りの売上拡大を狙ったものになります。はい、次お願いします。こちらは資料がですね、決算説明資料の方に戻りました。27ページになります。中期経営計画の達成に向けて4つの具体的施策っていうのを開示しておりました。それに対しての進捗ということになります。で、中期経営計画で、今年の3月にまず最初の中期経営計画を発表しました。で、6月に更新版を発表しておりますので、本体、中継の本体自体はまた IR のページからご覧いただけたらと思います。で、一つ大きな指標を置いておりまして、何度も登場してますが、この、今年度を含む3カ年で ARR50 億円の突破を目指すっていうのを一つ大きく掲げております。で、それに対して4つの施策を出しています。1つ目は広告宣伝費を投下してアクティブ店舗数を増やそうと、客数を増やそうというものです。2つ目がアプリマーケットの活性化による、顧客単価の向上と、もしくは幅広い、機能提供になります。で、3つ目が決済サービスの見直しによる、決済収益の強化。これはもともとロイヤルゲート社の買収の前にもスマレジペイメントっていうのをやっておりました。で、ここの収益性を改善しようというのも含まっていましたので、それがロイヤルゲート社の買収によってさらに加速していくものというふうに考えております。4つ目は、スマレジタイムカード、勤怠管理サービスですね。スマレジ社として、スマレジっていう店舗向けのポスシステム以外に勤怠管理サービスも提供しておりますので、そこのクロスセルを狙ったものっていう4点を掲げております。で、もともと最初に中期経営計画を発表した時は、この4点っていうのは、一つはテックファームっていう、開発者、エンジニアを強化していこうというのを掲げてたんですけれども、それを一つ省きまして、今のこの4つの施策に変更しておりますので、ご注意いただけたらと思います。はい、じゃあ次お願いします。で、その中期経営計画の達成に向けてというところで、1番目の施策に書いてました広告宣伝費をしっかり使っていこうということで、この資料28ページはそのセールス&マーケティング費用、つまり広告宣伝費と営業の人員の、人件費、主にその2つですね、はい、をしっかり使っていこうということで、今年度去年が2億6900万に対して今年度は6億9000万使っていこうという計画を打ち出しております。で、今実績ベースで2億4200万となっておりますと。で、2億4200万の内訳ですけれども、次のページ行ってもらっていいですかね。ちょっと資料のページ数がちょっと戻りますが、14ページに販管費の内訳を記載しておりますと。で、広告宣伝費、ちょっと色分けがちょっと難しいんですけれども、1クォーターと2クォーター合わせて広告宣伝費が約1億5000万ぐらい、1億4000数百万、使って消化しております。ですから、もうスライド戻れますかね。戻っていただいて2億4200万のうちの1億4000万から1億5000万ぐらいが広告宣伝費として消化しております。で、下期ですけれども、残りこんだけ使い切れるのかっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、一応計画上はですね、広告宣伝費だけで年間で4億5000万から4億から5億ぐらいを見込んでおりましたので、下期さらに、いろんなマーケティング施策、広告
テレビ CM をはじめとしたいろんな施策を予定しておりまして、下期でだいたい3億円ぐらいは使う見込みになっておりますので、どんどん販管費がかさんでくるっていうところはあると思っております。はい、じゃあ次お願いいたします。アプリマーケット、施策の2つ目ですね。中期経営計画の施策2つ目、アプリマーケットの進捗は、じゃあ皆さんの方からお願いします。はい。アプリマーケットの進捗になります。アプリを作ってくださる、開発パートナーさんが現時点で、2級時点で、法人で472社で個人で、204名登録いただいてます。で、公開されているアプリの数が53個にまで増えております。で、開発パートナーさんをより増やすための施策としまして、今年も、去年と同じで、アプリコンテストを行います。で、その他にも、開発パートナーさん向けのイベントであったりとか、ユーザー向けのオンラインセミナーなども行っており、よりアプリマーケットを活性化させていきたいと思っております。次のページお願いします。私ですね。はい、ということで、中期経営計画の、何度も出てますが、指標として ARR 出してますが、今進捗としては23億1000万円ということで、実績出ております。この後、第3クォーター、第4クォーターにかけて27億円を達成していこうとしています。で、季節変動要因でいうと、毎年だいたい3月が繁忙期に当たりますので、第4クォーターが一番お客さんが獲得できる季節になります。なので、第4クォーターで一気に、今、例年通りで言うと伸びるであろうというふうに計画しておりますし、それに合わせて、その時期に合わせて広告宣伝費も当てていこうという感じですね。はい。で、進めていこうと思っております。おおよそ27億円いけそうであると思っております。はい。以上で資料に対しての解説は終わりとなります。それではここからご質問への回答に対応してまいります。お時間の許す限りどんどん答えていきますので、ぜひ画面上の Q&A ボタンから内容をお送りください。Zoom のあれですね、Q&A のボタンから質問ができて、でお名前は出ませんので、匿名でこちらで読み上げますので、ぜひご質問をお願いいたします。そこで、内容の回答の順番が前後する可能性がございますが、あらかじめご了承ください。時間内でもし全ての質問にご回答できない場合は、ご参加の皆様へ後日回答集としてお送りいたします。ではまずはじめに、ウェビナーの参加登録フォームを通じていただいておりますご質問がありますので、私からご紹介します。まず一つ目ですね。今後 M&A を実施すべきと考えている分野を教えてください。成長に向け現状社内に欠けているピースは何ですかというご質問を頂戴しております。はい、ありがとうございます。M&A を実施すべきと考えている分野ですが、多角化するっていうフェーズではないと思いますので、基本的にはやっぱり同業他社であったりとか、または客数を増やすっていう意味で言うと同業他社ですね。で、ポスレジ屋さんってたくさん全国であるんですけれども、でも対象となるのはクラウドサービス化しているポス業者さんですよね。ちょっとモデルとして古いインストール型のポスシステムとかソフトウェアを提供されている会社さんっていうのは少し対象外になるかなと思っています。で、客単価っていう意味で言うと、スマレジに足りないスマレジのお客様にとって便利なサービスを提供している会社さん、なんでしょうね。例えば顧客管理のところとかスマレジ弱いんですけれども、そういったところを提供されている会社さんだったりとか、あとは小売店さんでいう発注仕入れのサービスを持っていらっしゃったりとか、そういうスマレジを補強するというか補完するようなサービスをお持ちの会社さんであれば対象になるかなと思っております。基本はこの2つ、客数を増やすものか客単価を上げるものかっていうことになると思います。で、あともう一つ考えられるのはシステム開発会社さんみたいな
エンジニアの獲得がすごく難しく年々難しくなってきているので、エンジニアを獲得するっていう意味でシステム開発会社さんを買収する可能性はあるかなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。では2つ目ですね。はい、S&M 投資のリターンとして PL に現れる効果はまだかと思いますが、何らかの成果があればご教示ください。顧客の反応などをいただいております。はい、ありがとうございます。そうですね、例えばテレビとかラジオだと一旦アナログを通じての効果測定になるのでなかなか難しいですよね、測定って。はい、でテレビ CM 上半期で、結構やりましたけれどもどんな感じでしたか？テレビ CM は、認知目的ということなので、正確な、直接的な効果というのはしっかり測れてはいないんですけども、ショールームに来場いただくお客さんにはアンケートを取りまして、はい、でテレビ CM を見て、来社いただいたっていうお声は結構聞いてはおります。商談数にはあまり影響してないですか？そうしてなくもないなんとも言えない。なんとも言えないですね。まだしてなくもないなのでうっすらある、うっすらある感じで。はい、うっすらある感じです。はい、で計画売上の計画もですね、うっすらあるであろうっていうのを見込んだ計画にしていまして、中継でいうと来年再来年っていう 3カ年計画なんですけれども、徐々に効果が出てくるというような感じで、線を引いてます。はい、はい、では事前にいただいている質問としては最後の3つ目に参ります。はい、アプリマーケットで顧客からの反応が良いアプリの事例についてご紹介くださいというご質問です。はい、アプリマーケットで利用が多いのがキッチンモニター、マクドナルドさんのような感じの、キッチンモニターなんです。すいません、キッチンで今までレシートプリンターで、メニューが注文が来てたものを、モニターで、キッチンで見れることができるといった機能は、利用者が結構多いです。で、そうですね、最近ぐっと増えたのが LINE 連携系のアプリがすごい伸びております。で、多分その理由というのが、そういうセミナー、お客さん向けの利用者向けのセミナーを行ったっていうのが結構大きいのかなと思います。LINE 連携って何ですか？顧客管理みたいなイメージですかね。顧客管理 LINE って。そうですね。お客さんLINE 店舗さんが店舗の LINE アカウント持ってて LINE 登録してくれたらそうですね、LINE 連携の会員カードアプリですね。会員カードですね、なるほど。はい、ありがとうございます。はい、ではライブ配信中にいただいているご質問もございますので、はい、こちらから、そうですね、今一番これいきますか。これですね、はい、ご質問が、御社のこれかな、これいきます。御社の決済トランザクションが全てロイヤルゲートを経由することになるという理解で合ってますかと。この場合トランザクションの増加によりロイヤルゲート社は黒字化が見込めますかというご質問をいただいております。今ですね、年間これ、質問の意図が解釈が難しいんですけど、今スマレジを通ってる流通額っていうのが年間で1兆円ぐらい決済処理しています。でそのうち現金が 70% ぐらいです。で残りの 30% が現金以外なんですけれども、クレジットカードで 20数パーぐらいですよね。はい、なので、全部の決済のロイヤルゲート社の決済として扱えれば 100% のお客さんが全部皆さんがロイヤルゲートを使ってくださったら、20% なんで2000億円ぐらいの決済処理ができることにはなるんですけれども、さすがにちょっとそれ難しいですと。ていうか50% も難しい
ですかね。難しいですね。で今どんな感じになってるかというと、大半はどこの決済会社さんを使ってるのかはわからないんですけれども、今扱ってるのがスマレジペイメント、それから楽天ペイ連携してます、それから、ストアーズ決済、旧コインにですね、それからフライトシステムっていう会社さんの決済が連携してます。でもう一個JMS さんですね、JCB 系列の会社さんが大体つながっています。で、そういういろんな決済サービスさんとつながっていて、そのうちの一部をロイヤルゲートに置き換えていこうというふうになりますので、全部が取れるかというとちょっと難しいかなと思っておりますが、黒字化が狙えるかというと、十分黒字化を狙えるぐらいのシェアは取れると見込んでいます。で、1年目でいきなり黒字化にできるかっていうとちょっと厳しいかなっていうふうに今現時点では思ってまして、約2年近くかけて黒字化していこうというのが今の見方になっています。ちょっとまだちゃんとした計画が最後確定しきれてないんですけれども、現時点ではそれぐらいのイメージで約2年以内に黒字化を目指すというぐらいの感覚です。はい。回答になったかな、大丈夫ですかね。はい、次行きましょうか。これ行きましょうか。これ終わったやつはどですね。はい、すいません。ARR27 億円達成に向けての下期の施策を教えてください。はい、ありがとうございます。これじゃあいいですか。下期の施策。下期ですね。一つはでも普通にお客さんの獲得っていうのが大きいですよね。はい。上期のCM の効果は多少は見込んではいるんですけども、先ほど山本からもあったようにそんなに多くは見込んでません。純粋に、今までの季節要因の下期のお客さんの増加分とプラスアルファそれをどこまで伸ばせるかぐらいですね、今で言いますと。あとはショールームを、福岡にも、出しまして、でその福岡に出した時に福岡に向けての CM 放送なども行っておりますので、その辺の拠点を増やしての顧客獲得、あとは、オンラインでの商談も結構増えてきてますので、地方向けの CM なども考えてはおりますぐらいですかね。はい。で大きい、ARR の要素として、まずスマレジの月額利用料が一番大きいですね。ですからそこをまずとにかく客数を伸ばすっていうのが今のお話ですと。でスマレジペイメントっていうのがもともとありましたと。これそんな大きくないですけれども一応要素としてはありますと。でスマレジペイメントの決済手数料とか仕入れの条件を改善しようっていうので、確か11月の頭にスマレジペイメントをアップデートしましたっていうお知らせを出しております。でそこで実は仕入れの収益性がすごく上がっていまして、粗利が取りやすいような今状態に実はなっていますと。でロイヤルゲート社とはまた別でもともと粗利をたくさん稼げるような契約条件に変更していまして、そこを重点的に販売していこうというのがもともとありましたと。でそこがまた ARR に一つ貢献するであろうと。で3つ目がアプリマーケットですね。アプリマーケットもそんなに売上としては小さいんですけれども、一つの要素としてありますと。でアプリマーケットの方は今とにかくアプリ数を増やすっていうことをやっていて、途中に皆さんからお話ありましたけれども、例えばコンテストをしたりとか、アプリコンテスト、対象賞金1000万円という結構大きなコンテストをやって、キラーコンテンツとなるようなアプリが登場してくれることを期待しているというのと、あとアプリマーケットをやってることをお客さんがまだ気づいてないというか、まだ分かってらっしゃらないというか、まだ気づいてない部分があるので、しっかりと啓蒙活動していくっていうことでアプリマーケットの収益を上げていこうというのが3つ目ですと。はい、でもう一個会社としての ARR を考えたときに、タイムカードがありますと。スマレジタイムカードは、大きいですね、これは。はい、内訳としては。で、通期で、前回の通期決算の時にスマレジタイムカードの、KPI 指標を開示しましたけれども、
割と大きいのでここもしっかり伸ばしていこうと、特にスマレジと一緒にセットで販売していこうというのを考えております。この4点を伸ばすことでそれぞれを4点伸ばすことで27億いけるんじゃないかというふうに、見込んでいます。こんな感じですかね。はいはい、ありがとうございました。まだ時間いけますよね。はい、大丈夫です。じゃあ全部いきますか。どうします？次これはこうむずいな。そうですね。一回やってみますか。次いきますか。ちょっと今選びます。これいきましょうか。はい。業種として小売りが強いと思いますが、飲食店の強化の打ち手はあるでしょうか。例えばオーダーエントリーシステムのリニューアルやアプリマーケットでの UberEats 以外のデリバリーの連携、セルフレジ、食券機の強化拡充等というご質問をいただきました。確かにその小売りが強いということで、飲食は若干弱いイメージは確かにあるんですけれども、いかがでしょうかと。どうですかね。でもこのご指摘の通りですよね。そうです。ほぼ、飲食店さんって一言で言っても業態がすごく細分化されていて、例えばラーメン屋さんとかだと今かなりの確率で券売機が置かれていたりとかしますと。で券売機の連携はいくつか今進めております。で券売機の種類もすごくたくさんありますんで、全部に対応できるかというとちょっと難しいんですけれども、一部の券売機に今対応をしております。ショールームに置いてますね。スマレジのショールームに置いてますが、間宮 OP でしたっけ。はい、間宮 OP さんというメーカーさんの券売機とかは今対応しています。またその他も順次増やしていきたいなと思っております。それからセルフレジもそうですね。セルフレジっていうのは、券売機に近いですね。飲食店さんの場合だと券売機に近いんですけれども、セルフレジと、またさっきアプリマーケットのヒットというか一番売れてる商品がキッチンモニターですというお話ありましたが、注文を受けて、セルフで注文を受けて、その受けた注文が厨房の画面にそのままダイレクトに表示されるとか、そういった取り組みっていうのは今あります。あと UberEats 以外のデリバリーの連携ですね。デリバリーの連携も、アプリマーケットで登場することを期待はしております。うちでは社内では作ってないですね。っていうそういう、いろんな業態の細かなニーズに対応できるようなソリューションを一つ一つ、対応していくということになるかなと思います。中でやるというよりかは基本的にはアプリマーケット経由で、その辺の強化を図っていきたいというところです。はい、ありがとうございました。次これします。わかる？ありがとうございました。ありがとうございました。これ言ってみますか。はい。はい、じゃあ次いきます。カスタマーサクセスにより有料店舗数およびアクティブ店舗数を増加させたということですが、どのような取り組みが貢献したのでしょうかと、いうところです。説明資料の18ページにも、書かせていただいております。カスタマーサクセス。これはそうですね。一番最初もともとは例えばiPad アプリとかでまずはダウンロードして使ってくださいみたいな、お客さんを増やす施策をやってたんですけども、そうなるとやはり使い方が分からなくてすぐやめちゃう。で登録店舗数だけが増えていくというふうになってしまってたので、基本的にはまずはお問い合わせくださいであったりとか、オンラインで、契約されるお客さんにはサポートが、まず、簡単な使い方であったりとかを説明させていただくような施策が基本的なところで、でそこから、やはり最初のセットアップをして1回使えるところまでいけばお客さんは結構使ってくださるっていうのももう分かっていますので、その辺をまたさらに増やしていきたいな、伸ばしていきたいなっていうふうに考えております。
タイムカードだけじゃなくてスマレジの方もスマレジの方もそうですね。オンボーディングをそうですね。サポートがやると。でカスタマーサポートじゃないカスタマーサクセスか。でカスタマーサクセスなんですけれどもコールセンターを自社内に設置してまして、でそれが札幌と東京と大阪の3カ所で今やってます。でスタッフの数が4、50人ぐらいですかね、40から50人ぐらいでして、ほぼほぼ自社の正社員で今やってますと。でなかなかモチベーション高く、コールセンターって普通外注とかでやることが多いかもしれないんですけれども、もう全部社内で構築して自社のメンバーでやってますんで、割と年数も経ってきてノウハウもたまってきて、そういうお客さんに逆に提案できるようなレベルになってきてるっていうのがいいところかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。これじゃあこれいきますか。次いきます。先日インドの企業への投資を発表されていましたが、狙いや今後の連携策を教えてくださいというご質問いただきました。直接的に何かじゃあインドに進出しようかっていうことではないんですけれども、で非常に少額投資でした。で、もともと5年前ぐらいにアメリカに子会社を作って一度英語圏に進出を図ったものの IPO 前に撤退しています。で今後、国内のセールスを伸ばしていくっていうのは基本であり当然ではあるんですけれども、やっぱり海外にも、広く視野を広げて、展開を考えていかないといけないっていうのは常にありますと。でコロナ禍に突入して海外視察っていうのが一気に止まっちゃったんですけれども、もともとはヨーロッパに見に行ったりとかASEAN 地域に視察に行ったりとかっていう、どこか進出できるチャンスと何か企画っていうのがないかなっていうのでずっとアンテナを張っておりますと。でそういった話の中で、インドの企業、これ本社はアメリカなんですよね。アメリカで割と良さそうなポスサービスを始めるというスタートアップと出会うことができまして、今後の情報交換の意味も含めて彼らとコミュニケーションを取りたいという意味で投資を実行しました。はい、こんな感じです。はい、じゃあもう一ついきますか。はい、はい、途中から参加しております。ありがとうございます。すでにご説明いただいているかもしれませんが、下期の広告宣伝費についてどのような計画か教えてくださいと。はい、下期の広告宣伝費の予算のお話は少し触れました。下期でだいたい3億円ぐらい広告宣伝費を使おうかなと思っております。で上期が 1.5 億円ぐらいを使いました。で内訳簡単に言うと何かありますか？何と何と何やってますみたいな。そうですね、テレビ、割合で言いますとやはりテレビ CM が一番大きいです。でその他には、バナー、普通のオンラインのリスティング広告であったりバナーとか、SNS 広告も最近やっておりますし、 YouTube の広告も行っております。でその他には、イベントの出展なども計画していたりですとか展示会で、はい、あとは、ラジオ番組やってます。ラジオ番組、はい、その辺とか、あとは自社の、オウンドメディアなども行っておりまして、全ていろんな施策をやっているんですけども、すぐ効果が現れるというよりかは来期に効果が現れるようなものも多いので、ちょっと下期だけの対策っていうよりかは中長期的ななんか施策というようなイメージを持ってやっております。はい、ありがとうございます。あと今前半でお話に触れたのが、下期の特に3月が繁忙期になりますんで、その繁忙期に当てた1月2月ぐらいですかね、1、2、3ぐらいが一番広告が熱くなるかなというふうに思っています。はい、以上です。はい、ご質問以上ですかね。よろしいですか。はい、一旦いただいているご質問すべて、確認させていただきましたが、もし他にもご質問ある方いらっしゃいましたらぜひよろしくお願いします。
はい。今のところこちらで確認できているものはないので、では一旦ちょっと進めてまいります。一度、ここですいません Q&A を終了いたします。たくさんご質問いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。ここで私からのお知らせがございます。当社では IR 情報をニュースレターや LINE で配信しておりまして、月次の店舗数などもこちらで、配信をしております。ぜひぜひご登録をください。今回当社初の試みとして Zoom を使用したウェビナー形式でお届けしましたが、不慣れな点も非常に多く、途中お見苦しい部分もあったかと思いますが、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。このウェビナーの終了後にご覧いただいている画面上に簡単なアンケートを表示しますので、フォームを通じて率直なご意見をご意見ご感想をぜひお寄せください。また個別の取材のリクエスト等もこちらに入力いただけるようになっておりますので、よろしくお願いします。では、最後の締めくくりを山本さんお願いします。はい。すでに、第3クォーターの中盤にも差し掛かっておりますと。で、第4クォーター、何度もお話しましたが、繁忙期になりますので、その準備に追われているというか、今、精力的にやっております。で、また、ロイヤルゲート社の買収に伴いまして、これから早急にかなり力を入れて PMI をやっていこうとしておりますので、かなり、社内慌ただしくなっておりますが、いろいろと施策を仕込んで、仕込みまくって、今年度中にいろんな結果が出せるように頑張ってまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。